皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。あれからもカニがポロポロいるんで、カニとコチとハモ、ガラエビを狙って漁してます。ただこっちは昼の人もね、もうだんだん減ってきたらしくて、今日さっき話を聞くともう30キロから40キロぐらいらしいですね、昼でも。そうなってくるともう夜だと多分、10キロちょい取れればいい方じゃないかなと思いますね。とにかく暑くて皆さんもバテ気味でしょうけど、美味しい食事と美味しいお酒のために皆さん今日も頑張りましょう。出発。がいなくなったんですよね。毎年ですけど8月になったら消えますね。一つ見つけた。もう一つがとても貴重。素晴らしい。また色がいいやつ。もう前ですけどまだ出してないのがいるんですね。ビル入り出しましたね。海中でも入りますね。離れてるんですかね、岩から。風が吹いたとこもないんですけど別に。ヒラメ？手にやってくれ。ヒラメやん。急げ。いやー、逃げたか飲み込んだか。逃げてる可能性が高いですけど、いや逃げとるかな。見えんすね、大きいもんは。ちょっと大きいもん見えんな。途中らへんにおるとか。逃げたか、マジか。よかった。うわ、誰まで。これは生きるでしょうね、多分。もうほんまに巻く寸前に入ったんでしょう。飲み込んでなかったということは。こっちまで追って、今のはガサに揉まれてませんので行ってほしい。こっちまでに。これはボーナス網でしたね。もう今のだけで。ボーナス網ですよこれ。うわすごい。1番2つ。しかもこっちも結構おるし、マジのボーナス網でしたねこれ。チリもおるし、ベトもおるし。でも来ないのがいる。ボーナス終わったんかと思わせてからのボーナス。
素晴らしい。これはこういうのカキがついてるとね、もう動いてない証拠なんでね、年寄りですね。もう色も年寄りだし、あんまりお年を召してるとですね、肉がパサパサでね、ちょっといまいちです。こっちも2本折ったし、意外に悪くなかったですね。おお、ギュッと。こっち素晴らしいな。潮がいいとやっぱ全然入り違いますね。かなり苦戦した週もあったんですけど、今週はね、昨日も良かったですね。今日2日目なんですけど、連チャンの昨日はこっちが結構いて、終わったんかと思ったんですけど、こっちも驚くほどにいましてね。こっちもね、どんどん移動していってるんで、素晴らしい。ちょっと魚場変えてみましたが、何番かにいない網が続いちゃったんですよね。おお、素晴らしい。4本。ここはついにオカメちゃん出てきましたね。素晴らしすぎる。ナイス。こっちもこんなん一発来たらね、今のカニとあんま変わらないんですよね。魚場変えてみてよかった。このままいてくれればいいですけどね。あれから彼見ませんね。なんか兵庫県の方にはいる、まあもう一本おったら嬉しい。兵庫県の方にはいるみたいなんで、それがこっちに来たんでしょうね、あれ。側に落ちてくれたけど、きっとカニとやりました。さすがに U ターンで同じだけは取れんすね。でもまあ十分。ちょっとまた他のところにも行ってみましょうかね。一応うろうろしてみたいと思います。全然気づかなかった。ナイス。ちなみにさっき、これまたナイス。ちなみにさっきのピンピンだったヒラメ、最初の上がりそうなんで締めました。あれだけ元気なのに、やっぱ水温高いんでね、いけすの中でも呼吸の回数が多かったんで、もうちょっとやばそうなんで締めました。その後すぐヒラメかと思いましたけど、坂田さんで。でもこちらこカニオス。本当にゲッタが実は本当めちゃくちゃ嬉しいんですよね。3枚でもめちゃくちゃ嬉しい。よいしょ。大ちゃん。ナイス。素晴らしい。落ちた。カニがさっきから向こう側へ落ちますね。うわ、いいとこおるんじゃねえかなと思ったら、もう色が変わってきてますね。もう死ぬ間際。
天ぷらが美味しいって教えてくれたんですよね。こっちの天ぷらするんならもちろんキスもついでにね。でけえ、これは嬉しい、ナイスすぎる。おー、ナイス、これは嬉しい。まっすぐ作戦が成功しております。カニが2つが素晴らしい。ついチェックしちゃうんですけど、重要なんでね。一応オレンジ、おお、まっすぐ作戦大成功じゃないですか。おお、びっくり。これは小さいな。食事中だったわけではないか。驚き。まさかのもう1枚出てきまして、1枚5つ。これはもう間違いなくボーナス網。でも U ターンはしません。リベの方がいいですね、今度は。これ天ぷらどうなんですかね。あっさり系なんで、ただ油で揚げる必要もないぐらい油は美味しいですけどね。これの天ぷらもいいかもしれません。お、ナイスポチ。ほんでももうほんま消えましたね。いや、ラストらへんなんで生きるかな。なんか生きそうな。もう帰るだけなんで生きてくれることを願いましょう。うわ、でっかいこっち。よかったのかわからない。とにかくまっすぐ漕いでるんで、どこで入ったのかもわからない。うわ、でっかい。ハモが貴重なものになってきましたね。うわ、でっかっ。うわ、ナイス。でももう帰る時間なんで U ターンはなしでこのまま漕ぎながら帰りたいと思います。次もこれなら嬉しいですけど、まあないでしょう。おー、ナイス。ちっちゃいけどナイス。まだ網の途中に引っかかってるチヌを取って3つも帰りたいと思います。ではお疲れ様でした。帰ります。レアな方のホームを追った。夜が明けんくなりまして。本当じゃ。全然、今日は、はい。土地多め、ヒラメさん、カニ多め。やったね。丸です。やりました。よいしょ。でもこれなんかちょっと思ったより、ちょっと自分が思ったより少ないな。もっとおる気がした。で多分ゲット。あれ。2つは泳ぐよね。まあすくいますわとか。はい。
こっち天ぷらしたことないよな。天ぷらいつも唐揚げじゃし、ほんまやな。天ぷらのコメントいただいたんで、そう言われたらしたことないなと思ってやってみます。やってみましょう、はい他にもちょっといろいろしてみましょう。はい。 4つ針玉から出てたので、実際はこれでした。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。秋田焼酎ブラックストーン5年貯蔵。秋田のブラックストーンと青森の六酒と読むと思うんですけど、六、漢字の六に趣と書いて六酒をおすすめしていただいたんで、秋田ブラックストーン買ってみました。で、青森の六酒の方はですね、ネットではちょっと買えませんでしたね。なんかふるさと納税だけみたいな感じで、直売店探したんですけど、それもなんか青森しか売ってない感じだったですね。青森行った時はぜひ購入して帰りたいと思います。で、このブラックストーンもめちゃくちゃ種類があって悩んだんですが、5年貯蔵送料込みでですね、5年貯蔵3500円にしてみました。本当は20年行ってみたかったんですけど、送料込みで1万円ちょっと用意感かったですね。でもここはやっぱり20年行っとくべきだったかな。まあただ最初ですので5年飲んでみて、これすごいなと思ったら20年買おうと思います。米焼酎ですね。なんか自分が今まで飲んだ感じだと米焼酎が今んとこ美味しい気がするんですけど、たまたまですかね。あ、米の匂いです。あ、もう日本酒の匂い。いや、もう本当もう日本酒の匂いですね。あ、ちなみにアルコール度数は 41%。 いただきます。うめえ。これまた鳥飼いには及びませんけど、酒粕を使ったらこういうなんかハーバルな感じになるんですかね。酒粕とハーブの葉っぱをこう混ぜたような感じの香りの焼酎です。味わいも深いですね。いや、うめえこれ。さすがおすすめしてくださるだけある。これは確かに自分も友人とかに勧めるでしょう。しかも3500円で、これ鳥飼いがいくらいでしたかね。あれ鳥飼いでも結構もうちょっと高いですよね。似たような風味の米焼酎同士、今日も飲み比べてみます。以前鳥飼いと9代目宮本飲み比べて、9代目宮本がその時は美味しいと思って動画ではこっちって9代目宮本を選んだんですが、あれもやっぱ季節によりますね。その時飲んだ気温が9代目宮本の気温だったっていう。夏になるとね、やっぱりこういうすっきりした焼酎が美味しく感じますね。これね、でもほんと似たような感じですね。2つはこのブラックストーンと鳥飼いは似てる。鳥飼いいただきます。いや、うまっ。あ、でももう違う美味しさ。おー、これは微妙。おー、ちょっと同じ米焼酎でハーバルですけど感じが違うので比べちゃいけない感じ。どっちがどっちってこともこれはないんじゃないかな。ただ今の気分であくまで今の気分で選ばさせていただくとこっち。もうどっちが美味しいとかじゃないですね。どっちとも美味しいですけど今の気分がこっちな感じです。以前取り替えた山崎梅酒混ぜてめちゃくちゃうまかったんですけど、おそらくこれも山崎梅酒と混ぜたら飛ぶでしょうね。ブラックストーン山崎梅酒炭酸割り。いやもうほんまにやばいうまい。汗だくの時に飲みたい。これはちょっと20年買っとくべきでした。5年でこんだけ美味しいんだったら20年はもっと最高なんでしょうね。いろいろ天ぷらにしてみました。これほうぼうやな。そう、あとフグ、ほうぼう、こっちで、これがぬめこっち。これがベイカー。輪島の海塩でいきたいと思います。日本の自分が今まで食べた塩の出し味が一番強いのは何ですかともし問われたとしたら、もうこの輪島の海塩。まあフグはまあ想像できますよね。ほうぼうは想像できませんね。初めてやりました。こっちはおすすめしてくださったんで。あとぬめたりごち、ベッカ。ベイカか。順番にいってみましょう。フグから。うますぎょうがこれ超えれるんかな。さすがにフグは超えれないんじゃないですかね。うますぎるこれ。まあ色からも分かりますよね。ほぼいただいてみたいと思います。あ、うまっ。いきなりフグ超えてきました。まあでも基本タンパク系の魚の方が天ぷらって美味しいですよね。おすすめしてくださったこっちをいってみたいと思います。
まっ。だんだんレベルがアップしてる。フグとホウボウを超えてくるとは思ってなかったですね、さすがに。皆さんよくご存知ですね。いや、これは超えれないんじゃないかな、高速の天ぷらは。全然前回ぐらいですかね、刺身部門で優勝したメゴチいただきたいと思います。いや、うまい。でもこっちの勝ちですね。ブラックストーン最高。天ぷら部門ではこっちの勝ちです。米花いきます。うまい。とんでもなく美味しいですけど、こっちが優勝ですね、この中では。こっちを超えれますかね。タコからいってみます。もう絶対美味しいでしょう。めちゃくちゃうまいです。キスはもう定番ですよね。キスとハムはもうほんと定番だと思います。いただきます。うまっ。やばいこれ。精巻きいってみたいと思います。やっぱ歯ごたえがあってとても美味しいですね。ただ精巻きはちょっと油がもともとすごいエビなんで、天ぷらにするんなら童顔かな。キス対コチの勝負ですけど、今日の優勝はコチということで、キスとの差は僅差です。今回もご視聴ありがとうございました。やっぱりここにあった。ロフトの方が暑いと思うんですけど。